皆さんこんにちは、かっちゃんです。ドーニャツということで、今日は今ミスドさんでムギュットドーナツっていうちょっとね独特な形をしていて、もちもちの生地の美味しいドーナツが出てて、この間食べたんですけど、今日はそれっぽく再現しながら自宅で再現もちもちムギュットドーナツを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。強力粉 50g に熱湯 60g を加え、ヘラを使って全体を混ぜながら練り合わせます。材料を練り合わせたら粗熱を取って、粗熱が取れたら冷蔵庫に3時間から一晩入れて種を休ませます。はい。では今冷蔵庫で一晩休ませて、こんな感じで生地がね、もちもちな感じになります。これで練り込む湯種の完成なので、ドーナツ生地を作っていきます。ボウルに強力粉 120g、薄力粉 30g を加え混ぜ合わせたら、片方にくぼみを作り、くぼみに砂糖 30g、ドライイースト 2g、くぼみの反対に塩 2g、人肌程度に温めた牛乳 80ml をドライイーストめがけて加え、菜箸などを使い混ぜ合わせます。全体がポロッとしてきたら材料をまとめこねていきます。ではまとまって滑らかになってきたら、湯種をちぎって加え練り込みながらさらにこねます。はい。では湯種を練り込んで全体滑らかになってきたら、バター 20g を加え、バターを練り込みながらさらにこねます。では伸ばした時に膜が張る程度まで生地をこねたら、丸めて閉じ目を下にしてボウルに入れ、暖かい場所で1時間一次発酵していきます。はい。では今一次発酵を終えて生地が2倍程度に膨らんだので、生地を取り出しガス抜きをして6等分したら生地を丸めます。丸めたらラップをかけて10分休ませます。生地を10分休ませたら15センチの円形に生地を伸ばし、まず手前を半分より少し奥に折り曲げたら、しっかり空気を抜いて、今度奥を手前に折り曲げて空気をしっかりと抜いてくっつけたら、さらに両端を持ち上げながら閉じ目をくっつけて棒状にします。では生地が棒状になったら、転がしながら30センチの棒状に生地を伸ばします。では生地を伸ばしたら、生地にねじりを入れて、まず奥に輪っかを作るような感じでくるんと輪っかを作ったら、片方を上から通す、片方を下から通して生地をくっつけます。くっつけ終えたら正方形に切ったクッキングシートの上に並べていってください。乾燥しないようにラップをかけて他の生地伸ばしていってください。では形を整えたら、乾燥しないようにラップをかけて20分から30分ほど一回り大きくなるまで二次発酵します。はい。では二次発酵終了。5分前程度になったら、油を温めている間に発酵進んでいくので、先にフライパンに油を入れて160度から170度の中温に油を温めます。では菜箸を入れるときにゆっくりシュワッと泡が立つ程度、中温に油が温まったら、クッキングシートごと生地をフライパンに入れます。
で入れて少し火が入ってくるとクッキングシートスルッと取れるので、取れるようになってきたら取ってあげてください。ここがしっかりね、くっついてないとちょっと剥がれてきちゃうので、成形するときしっかりグッとつけるような感じで成形してみてください。では片面2分ほど揚げて、そこきつね色になったら返していきます。では片面2分計4分揚げて、全体きつね色になったら取り出していきます。取り出したら油を切っておいてください。では残りも同様に揚げていきます。はい。では今こんな感じに揚げ終わりました。はい。では油が切れたら、あとはお皿に盛り付けていきましょう。OK。はい。ではこんな感じで、湯種でもちもちミスド風ムギュットドーナツの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はミスドさんの新作ムギュットドーナツをそれっぽく再現しながら作ってみました。それでは本日は塩バニララテ乾杯。乾杯。塩味。じゃあ早速いただきましょう。久しぶりにちょっとこの間ミスドさんに行ったんですけど、これひときわね、食べたいなと思ってて、ムギュットドーナツ食べてすごく美味しかったので、今回はそれっぽく再現しながら作ってみました。いやーもうなんかすごいね、見るからに可愛いんですけど、もう早速いただきます。じゃあいただきます。むぎゅい。もちもち。ほんと生地がもちもちで、ドーナツっていうよりなんか食パンを食べているような食感で、ちょっとこう変わった形が特徴的なドーナツだったんですけど、生地に湯種を使うことによって、湯種って小麦粉を焦がさせることによって、かなり弾力が増すので、湯種パンとかもよくあるんですけど、ドーナツ生地に入れることによって、生地がもちもちで美味しく仕上がります。で、結構ベースのドーナツ生地はパン生地のような感じなので、なんか揚げパンドーナツのような、このもちっとしながらもふわっとした生地がすごく美味しいレシピになってます。で、生地には結構がっつり砂糖を入れているので、本家のやつも食べた瞬間にふわっと甘みがくるくらいの味だったんですけど、今回の分量で同じぐらいのちょうどいい甘みがふわっと広がった生地になってます。で、成形する時も、ちょっとね、形が独特なので難しい感じがするんですけど、一つ輪を作ったら、あとはそこに生地を通すだけなので、結構見た目以上に簡単に作れる成形方法になってます。ちょっと生地がベタつきやすいので、ホームベーカリーがある方は、ホームベーカリーで生地作っていただいたり、手こねする場合は、ずーっとこねてると生地まとまってくるので、小麦粉とか粉類足さずに、諦めずにこう最後までこねてみてください。じゃあ本家のドーナツもいただきましょう。ちょっとこう中にカスタードをデニッシュ状にして入れてるような感じもあったんですけど、今回こうそれだと工程が多くなっちゃうので、ほんと生地だけで作ったんですけど、甘さや味、生地の食感はほんと本家にそっくりな感じにできてると思います。でちょっと表面がこうラインが入ってるというか、ねじった感じがあったので、今回生地ねじったんですけど、ねじりを入れることによって少しねこう本家っぽく表面に線が入って綺麗に仕上がります。作ってもし食べきれなかった場合、ちょっと翌日とかになったら硬くなるかもしれないので、その場合レンジで加熱していただくか、少しこうレンジで加熱して表面と薄さで焼き上げて食べてみてください。
うん。はい。ということで今日はミスト風麦とドーナツをそれっぽく再現しながら作ってみた動画でした。湯種を使うことによってもちっとした食感の生地と生地にほんのりと甘みがついた優しい味わいがすごく美味しいレシピになってます。ほんとね、ミストさんで見た時にめちゃくちゃ美味しそうで、ほんと買いたくて食べたんですけど、ミストさんでも今商品売ってますし、ご自宅でもそれっぽく再現できますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、むぎゅー。欲しい商品、残り最後1個、前の人に買われた絶望感。